こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。皆さん、お元気ですか？8月も終わりに近づいています。そこで今日は2026年8月に日本で話題になったトレンドとニュースを詳しくご紹介します。この動画を見たら日本で話題の食べ物やイベントがわかります。日本のリスニングの練習ができます。JLPT N3、N2 レベルの日本語を使って話します。ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。それでは行ってみましょう。それでは一つ目のテーマは食べ物と、スイーツです。日本の8月といえば果物の桃が一番美味しい時期です。日本の桃は、なんか外国の桃と比べて大きくて、柔らかくて、果汁がたっぷり入っているのが特徴です。今年の8月はカフェやファミレス、あとスイーツ専門店で桃を使ったメニューがたくさん増えました。一番話題になったのは、桃が丸ごと1個乗っているパフェです。見た目のインパクトがすごくて SNS でもよく、見かけました。例えば日本の有名な高級フルーツ店タカのフルーツパーラーやファミレスのデニーズなどが大人気です。もうどれも本当に美味しそうですよね。はい。写真を見るといつも食べたくなります。パフェはだいたい2000円以上ねしますけど、仕事を頑張った自分へのご褒美に食べたいです。はい。パフェだけじゃなくて桃のケーキもね今の季節はとても人気があります。特にローソンから出ている桃のタルトは、私も大好きです。安くて美味しいですよ。はい。皆さんは日本の桃を食べたことがありますか？うん。夏によく桃は食べますか？次は暑い夏に欠かせない、重要な冷たい料理のトレンドについて話します。今年の8月は、いつも以上に、暑い日が続いたので飲食店では冷たくて食欲がなくても食べやすいメニューがたくさん作られました。日本人はラーメンが大好きですけど夏に熱いラーメンを食べるのは、少し大変ですよね。うん、そこで8月にすごく人気が出たのが冷やしラーメンです。うん、これはスープを冷たくするために、氷を入れています。うん、ちなみにスープが薄くならない特別な氷を使っているお店が多いです。なので最後まで美味しいラーメンが食べられます。私は、冷やし担々麺が大好きで家でよく作って食べました。辛くて冷たいラーメンは私の大好物です。はい。他にも日本では暑い時でも食べやすいようにレモンやすだちなどの柑橘類をたくさん使った麺も流行しました。この写真のように麺が見えなくなるくらいレモンやすだちがたくさん入っています。すごくなんかさっぱりして食べやすいラーメンです。食べたことある方はいますか？他にも
お店だけじゃなくて日本のコンビニやスーパーでも冷たい食べ物が話題になりました。例えば冷たい水を入れるだけで作れるカップ麺や、冷やし中華などです。冷たい水で作るカップ麺はピリ辛キムチ味と、鶏塩レモン味があります。とても人気でもうすぐ完売するそうです。私もまだスーパーで一度も見たことがないです。食べてみたいですね。はい。では、2つ目のテーマに行きます。次は8月に日本で開催された夏のイベントについてです。日本の8月は全国のいろいろな場所でお祭りや花火大会が開かれました。私の住んでいるところでも夏祭りがあって、たくさんの屋台がね並びました。屋台で美味しい食べ物を食べたり、簡単なゲームを楽しんだりしました。うん、日本全国でたくさんのお祭りがありましたけど、徳島県で行われた阿波踊りは日本最大級の夏祭りです。掛け声とともに何人ものダンサーたちが踊りながら街を回ります。お客さんも一緒になって盛り上がります。この阿波踊りには約100万人ものお客さんが集まって、今年の8月も、大盛況でした。つまり、たくさん盛り上がりました。はい。今年の8月のお祭りでは、お祭りに行く人がとても増えたので、新しいルールや対策が話題になりました。例えば熱中症対策のために夏祭りの時間が夕方に変更になったり、有料の観覧席が増えたりしました。他にもゴミ箱の場所を増やしたり、自分でゴミを持ち帰るマナーが呼びかけられました。日本人だけじゃなくて外国人の旅行者も安心して、お祭りを楽しめるように外国語の案内も一気に増えたのが今年の特徴です。皆さんは今年、夏祭りに行きましたか？はい。はい。では次に行きますよ。はい。今月注目を集めたニュースについて話したいと思います。8月は日本で天気のニュースが大きく報道されました。日本の8月は1年の中で一番台風とゲリラ豪雨が多い時期です。ゲリラ豪雨とは急に激しい雨が降ることを言います。8月中旬には東京の隣にある千葉県で短い時間に激しい雨が降りました。もう私もニュースで見て本当にびっくりしました。このニュースをすごく簡単に説明すると、千葉県で半日に1ヶ月分の雨が降りました。このような、大雨を日本では線状降水帯と呼びます。道路が一瞬で水に浸かってしまったり、電車やバスが安全のためにストップしたりしました。なのでホテルや駅から移動できなくなった人が、たくさんいました。日本の夏はさっきまで晴れていたのに急に激しい雨が降ることがあります。8月は、天気の変化に気をつける必要がありますね。あと大雨以外にも今月は
大きな台風がね、日本に近づきました。台風が来ると安全のために新幹線や飛行機がストップすることがあります。うん、テレビでは明日新幹線が止まるかもしれないので旅行の予定を変更してくださいという案内がね、流れていました。旅行中に電車や飛行機が止まってしまうとホテルに帰れなくなったり、あと帰国できなくなったりして本当に困ってしまいますよね。うん、このニュースに関連して日本に来る観光客の間ですごく話題になっているのはセーフティーティップスというアプリです。うん、これは日本政府が提供している無料の、スマホアプリです。このアプリは、日本に来る観光客のために作られたすごく便利なアプリです。うん、ちなみに提供の動画じゃないです。はい。このアプリを入れると台風や大雨、地震の最新情報が届きます。うん、あと英語、韓国語、中国語、ベトナム語、タイ語など多くの言語に、対応しています。電車や飛行機の運行状況がわかります。つまり電車や飛行機が動いているかどうかを確認することができます。近くの避難所や英語が通じる病院を探すことができます。日本の夏や秋に、ね、旅行するときは天気や、交通のニュースをチェックすることがとても大切です。このセーフティーティップスをね、スマホに入れておくと、ね、とても安心できます。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、いかがでしたか？今回は2026年8月に日本で話題になったトレンドや、ニュースをね、ご紹介しました。皆さんが気になったトレンド、ニュースはありましたか？うん、また皆さんの国では8月にどんなニュースやイベントがありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。日本語を間違えても大丈夫です。皆さんのコメントをいつも楽しみにしています。この動画が良かった、面白かったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。